恋愛モンスター試合です。ちょっと今ラブタイプ診断というものが流行ってますけれども、今回はね、ちょっと古いんですけど、1個前の MBTI っていうものについてね、話していきたいと思います。というのも、僕今まで MBTI が3回変わってるんですよね。で、結局今2つが僕、両党型、そのポケモン以外であんま聞かない両党型やらせてもらっていまして、それが何なのかっていうと、INFP という仲介者、そして ENTJ という指揮官。なんかキャラクターで言うと、碇シンジ君と、ジョジョの敵のデュオが共存しているっていうね、非常に怖い人間やらせてもらってるんですけども、どういう人間だよっていうね。ちょっと今回はその MBTI が3回変わったのがなぜかっていうのと、なぜこの2つが同居してるのかっていうのと、その変わっていく様がまるで宝石の国のフォスフォフィライトみたいじゃないかと。いや、これインクルージョンしてるんじゃないかっていうことについていろいろ話していきたいと思います。皆さん MBTI というのはご存知でしょうか？ユングの心理学的タイプ論を軸に作られた、性格診断ツール。そのツールなんですよね。だから占いとはちょっと違うわけですよ。なのでね、その結果を見て、これが自分なのかという人もいるかもしれないし、ちょっとそれ、めっちゃ質問が多いので、途中でちょっと飽きちゃって、自分はこういうのも別にやりたくない人間ですという方もいるかもしれません。今日はぜひね、その両者、あと、全く知らないよって方も含めてぜひ見ていただきたいんですけども、今回話したいのは MBTI の見方なんですよね。その見方っていうものが多分結構大切かなと個人的には思っておりまして、だからその性格、心理学的なものなんですよね、非常に。で、何がわかるかっていうと、今自分の状況が客観的にどうなっているのかっていうのがわかるっていうのが一つと、今自分がいる環境が自分にとってどのような影響を受けて自分がどうなっているかっていう、すごい回りくどいんですけど、今の自分を変えたいなと思う人にとってはすごく手がかりになるツールなんじゃないかなと思いまして、はい、僕も実際にそこについていろいろ考えてきたので、ちょっと今日はね、そこら辺をバーって出していけたらなと思っております。ちょっとね、順を追っていくと2021年、2年の頃ですね。この時に初めてなんかで知って、その時にやってみたら INTJ という建築家という診断結果が出ました。ね、こういったあるあるがあるんですけども、いや、友達になりたくないだろっていうね。いや、難しすぎるだろ、こいつって。いや、もうちょっとショック。これ出た時はもうすごくショックだったんですよね。何がショックだったかっていうと、もう言った通り、友達になりたくないだろっていう、難しい人間すぎるよっていうことが一つありまして。でも何が難しいかっていうと、プライド高そう。連帯に向いてなさそうって、もう非常に耳が痛い話だったんですね。というのも、僕ね、その自分の未来の姿っていうのが完全に見えてるものがありまして、井の頭公園で一人でブツブツ言ってるおじさんっているじゃないですか。あれ完全に未来の僕の姿なんですね。井の頭公園でブツブツ言ってるおじさんにいかに遠回りできるかっていうのをもうこの5年間ぐらいずーっと考えてるんですね。はい。というのもね、確定してるんです。僕がその難しいおじさんになるのは。っていうのも、やっぱ中高の頃、もう無意識に、もう車に構えてしまうというか、もう無意識に気づいたら天の弱になってしまっているという、もうその功罪といいますかね、がもうあるので、なることはもう受け入れましょう、まず。ただ、建築家っていう自分を、認めてしまうと、あまりにも最短ルートすぎるんですよね。でこれはちょっと遠回りしなきゃと思いまして、素直になろうと。はい、その時の僕は思いました。ただ、素直になるって、どうやって素直になるのって。How to YouTube で素直になる How to って検索したら出ますかっていうね、こともあるんですけど、その時ね、ちょうどあつ森がすげえ流行ってたんですよ。で、結構友達の島とかにお邪魔させてもらうと、すっごいね、その友達のね、普段じゃ知れないようなピュアさがね、やっぱ島のクリエイトに現れてるんですよね。家具もそうだし、島のいろんなコンセプトも含めて。で、みんなやっぱめっちゃいいなと思ったんですよ。で一方、自分がどんな島だったかなと思って見てみたんですね。めちゃくちゃクリスマスな島でした。めちゃくちゃクリスマスな島。いや、びっくりした。こんなにクリスマス好きだったっけっていう、クリスマスに対してガチ勢っていうね、もう自分でも知らない自分がいたんですけど、
というのも思い返せば、やっぱ小学生の頃も自分のオタク的なルーツはディズニーにあるんですね。で、ディズニーってクリスマスになると毎回そのクリスマスの DVD とかが出て、もうよくミニゲームとかもリモコンでやってたんですよ。でもディズニーランドもめちゃくちゃ好きだし、ディズニーのランドで流れるクリスマスソングもめちゃくちゃ好きだし、クリスマスソングもめちゃくちゃ聴いてきてるわけですよね。なので、クリスマスめっちゃ好きじゃん。そのクリスマスめっちゃ好きだけど、中高ぐらいからやっぱそのもう、なんていうの、ヒャダインとかでも大好きになって、クリスマス何それ美味しいのっていうね、もう、いわゆるリア充、ハゼロ的なね、こう、マインドに変わっていくんですよ、色が。ね、っていうのもやっぱ中高の頃彼女いなく、やっぱその高校の頃も仲いい友達たちと、その当時愛知県に住んでおりまして、その境のオアシス21っていうね、もうカップルが歩くそのデートゾーンがあるんですけど、わざわざそこで男友達4人ぐらいで行き、うわ、やってんな、つって最終的にめちゃくちゃラーメン駆け込んで帰るみたいなね、そういうことをやってたので、クリスマスっていうことが自分にとってすごくね、こう、ある種敵みたいなイメージがいつの間にか刷り込まれてしまっていたんですけども、めちゃくちゃ好きじゃん。だってもう、めっちゃ、こういう感じなんですよね、本当に。だから、いや改めて季節にピュアに向き合うってことが、自分の素直さを無意識の自分の素直さを認識するには季節を楽しむことなのではないかと思いまして。だって言ったら季節を楽しむって意味はないんですよ。でもその僕がなぜ建築家になったのかっていうのを考えると、やっぱ自分のそのピュアさを守りたいがゆえにバリアをめっちゃ張っても友達を全く作らない、人と飲み会も行かない、もう大学のもうつまらなさそうなものには極力参加しないみたいなことやってると、もうバチバチの自他境界線ができても誰も踏み入れられないし、自分もその踏み込められないみたいなことがあったんですけれど、それをね素直になろうとちょっと変えようと思ったんです。でそうこうしているうちに INFP になっておりました。僕は妖精さんになってました。はい、 INFP やらせてもらってまして、 INFP ってどんな人かっていうと、あるあるで言ったらねこういう感じなんですけど、世の中で言ったらいろんなこう検索したらね、いろいろ出てくるんですけども、だからその時に小学生の頃の自分にちょっと戻ったみたいな感覚があったんですよね。やっぱその社会性をこういろいろこうなんていうんですか、取り入れていく前、だから友達が増えまして、友達が増えましたね、その頃。で、未だにその時にできた友達は未だにこう仲がずっといいんですけど、で、ある日、ご飯に行ったんですね、その友達と。で、僕が、トイレから戻った時に、二人がすげえ盛り上がっていて、何の話してんだって聞いたら、MBTI の話をしてると。で、土屋の MBTI ってそういえば何なんだろうね、みたいな話になって、じゃあちょっと当ててごらんっていう、何歳だと思うよりも、上位互換でめんどくさい。はい、めんどくささの上位互換を露呈してしまいまして、はい。で、二人がね、出してくれたんですよ。INFP のちょうど逆を出してくれたので、それをアルファベットひっくり返してくださいと。もう全部ひっくり返してくださいって言ったら、もう2人が顔を見合わせていて、私たちも INFP なんですって。もうそのタクまさかの全員 INFP だったっていうね。もうあれは結構ね、衝撃を受けた。やっぱだから仲いいのかっていうのも、やっぱなんかね、やっぱ友達になれる人ってやっぱでもこれオタク？僕は今までこれってオタク同士の会話ならではのものだと思ってたんですけど、なんかね、こう主語述語が抜けていてもコミュニケーションがすごい成立するんですね。だから普段はこう一歩二歩と歩くところをなんかすっげえ大股歩きで歩くぐらいの会話のテンポ感で話せる。でしかも意味はめっちゃ通じているっていう、その居心地の良さがめちゃくちゃありまして。で、いつも自分の身の回りにお世話になってる方にも、ちょっとやってみてって形でいろんな人に聞いてみてやってもらったんですね。そしたら、みんな INFP でした。はい、もう。やっぱ、類は友を呼ぶと言いますかね。そういうのあるのかもしれないですね。ここから一つ事件が起きました。というのも、僕普段音楽をやってまして、そのバンド、チームでやってるんですけど、そのみんなにもやってもらったんですね。そしたら、まさかのみんな妖精さんだったっていうね。はい。いや、さすがにチーム全員妖精はさすがにまずいだろうって。しかも俺もいろいろ会議とかやんないといけなくなった時に、やっぱ会議で主語述語が抜けていたら、マジでもう相手に伝わらないわけですよ。だからこれ社会性取り入れるしかないかと思い、しかもこのバンドも自分がもう引っ張っていくしかないかと思って、
もうそこからね、もう任天堂の岩田さんをこうもちろんめちゃくちゃリスペクトがあるので、その岩田さんのいろんなやり方をこう教わって、例えばそのバンドとか個人面談をやるとか、で、今のバンドのフラストレーションが溜まっているところとか、自分自身がやりたいこと、で、バンドとしてやりたいことは何かっていうのを一人ずつ聞いていったり、ちょっとね、こう経営的なこうやり方に変えてみたんですね。そうしたら、ENTJ になっておりました。ね、指揮官になるって、パワハラモラハラおじさんからちょっと抜け出そうと思って、結局またそっちに戻るっていうね。その ENTJ がどんな人かというと、あるあると言ったらこんな感じなんですけど、怖いですね。これまた怖いなっていうね。ちょっともう話にもつながってくるんですけども、でも確かに、でもそっからね、結構ちょっとずつそのバンドの方も順調に、ちょっとめちゃくちゃでかいフェスに出れたりとか、めっちゃ好きなこう、原作のアニメの音楽やらせてもらったりとかね。すごく一つ一つなんて言うんでしょうね。こう、夢が叶っていったと言いますか。それにやっぱその、もうね、ちょっとしたミスでも見逃さない、もうチクチクした連絡はディスコードでね、本当に、みんな怖いと思うんですけど、ディスコードでもちょこちょこ送っていたら、やっぱね、精度がどんどん上がっていくんですよね。で、今、そこから僕の中のこうデュオがね、生まれたというね。はい、これもダークヒーローの始まりです。今、見ていただいている方も、このダークヒーローの爆誕の瞬間を見ていただいていると言っても過言ではないかもしれません。はい。結局何が話したいかというと、やっぱ小中高と培ってきたのは自分らしさみたいなものとかアイデンティティっていうのがあると思うんですけど、それは、その宝石の国のフォスフォフィライトじゃないんですけども、やっぱその定期的にこれが必要かもしれない、これはいらないかもしれないと言って、取り除いて異物を自分の中に取り組んで、また自分の中身を変えていくっていう、ある種のやっぱ新陳代謝が必要なんじゃないかなと思うわけですよね。だからね、これ今見てる方ももしかしたら自分の将来のね、井の頭公園でブツブツ言うおじさんになるんだろうなっていう、その大姉さんになるんだろうなっていう人もたくさんいるかもしれません。その時はみんなで井の頭公園に集合しましょう。その時はもうご助会です。はい。もうだからもうそれまでにもそれぞれいかにいろんな遠回りをしていって、自分はこういう遠回りしたけどこうなってしまったよというね。はい。その時はご助会を開きましょう。2060年に井の頭公園で難しい微動。はい。難しい微動。皆さん2026年の井の頭公園で楽しく話すために今それぞれ戦っていこうぜという話でした。だからその時また集まろうぜという話でした。またね、ちょっと今回はそんなね話でしたけども、ちょっと次回は今年最後ということでね、2025年、ビアードパパ総選挙をやりたいと思いますので、ぜひこちらもお楽しみに。ということで、最後まで見てくださいました。どうもありがとうございました。